こんちは。今回から新しい企画やっていきます。ひたすらお守りとゴール武器を探してプレイしますよ。最近、視聴者さんのお守り紹介をやったんですが、完全にそれに触発されましたね。動画内でちょくちょく言ってたんだけど、最近この手のコンテンツ全然できてなくてね。4G 現役勢としてこれはいかんということで、企画にしてしまおうってわけさ。内容としては、ひたすらお守りと武器を掘ります。割合はその時々の気分次第。今回はまずお守り掘りから、久々にお供を連れてガブラスと錬金を回します。この作業もだいぶ久々だな。神おま、待ってるぜ。早速風おまが3つ。まずお守りが掘れる時点で楽しいんだよなこれ。お守りマスターとかいう神スキル、50% でお守りが2個掘れます。もちろん、風化おまでも例外なく適用。×2が表示されるとたまらないですね。五石王自体はトライ G の初出だが、おまマスまで行くのは4系列だけのはずだ。採取系のインフレも4環境らしいよな。採取装備ですら組むの楽しいぜ。攻撃系スキルも数値やばいですからね。4G のお守り掘りはかなり有用。とりあえず、大目標は通撃や凍傷の最大です。攻撃14や達人14を狙っていきます。お守りによってつくつかないあるから注意だな。例えば凍傷はキザオマ限定だ。一方で風おまでないと数値が低いスキルもある。ギルクエと採掘、どっちも必要ってこったね。採掘で回すと錬金用の5石も集まりますからね。ここはバランス見てやっていきましょう。はい、ということで1周目が終わりました。秘境スタートでだいたい3分くらいで回れます。とりあえず、最初はこれと錬金をぐるぐるしよう。鑑定結果はちゃんと見ていくよ。今回、風おまは4つか。平均このくらいは入手できるといいね。おまマスの発動有無もあって、結構個数はばらつきます。だいたい2から5個くらいって感じですね。時間効率では錬金だけ回す方が早かったはず。ガブラスは飽きないためにやってる感じです。運搬の達人ありでも結構時間かかってるからね。ゲネルアシュのクエならもっと早くなるが。根本的に考えることなくしたいからこっちにしてるぞ。マジでボタンポチポチでいいからな。ガブラスに飽きたらゲネルやればいいですからね。うまく自分を甘やかしていきましょう。このクエの旨味は攻略段階が一番感じられるかな。副産物も有用なものが多いんだよね。めぼしいところでは幻蝶や鎧玉。5鎧は G3 以降も不足しがちだ。地味に10鎧の入手効率もかなりいいんですよね。その場合は赤鉱石に寄り道します。余剰鉱石を売ればある程度お金も稼げるし、ハンターの心強い味方です。お供も結構ちゃんと活躍してくれるからな。頑張って掘っていこう。で、3周したから錬金来てるけど依頼間違えてんな。天運ミスちゃってるわこれ。天運のメリットは歪んだお守りが出ることでしたが、4G では回す意味ありませんね。基本は魔か不思議の方を回していきます。こちらは不良魔か不良魔だけ出ます。確か 35% で風化になるんだっけ。結構いい確率してるよね。結晶も十分数があるし、しばらくはこのループに耐えられるだろう。やはり鑑定の機会が多いと楽しいですね。古き良き手法で集めていきますよ。それにしても猫がなかなか持ってこないな。たまにしかお守り掘ってくれないわ。正直4K のお供のこと全然知らないんですよね。突撃隊が強いくらいで。最終アイテムは確実に持ってきてくれるんですけど、まあ風おまも確率高くはないですからね。むしろガブラス対策の面が強いかもね。体力が減るとマジで一瞬で回復してくれる。肝心のヘイト買いはやってくれないが、いれば多少周回が気楽になりそうだ。普段ソロだからいつになく賑やかですしね。お供のいる生活も楽しみましょうか。今しれっとタメタンのクスロさん来てましたね。思わず手を止めてましたけど。前に進んでる感じがしてちょっと嬉しい。実際には今後に何も生きないが。タメタン系も神おまを求めている。早く庄屋へくらい組みたいもんだぜ。我々の発掘と合わせると多分攻撃7が最低ライン。タメ単独攻撃7スロさんですか。書いてみるとかなり強おまですね。2000時間やってちらっとも見たことないですよ。武器はそこそこのもん集めてるつもりなんだが、お守りは本当に6なの持ってないんだよな。未だに通撃6スロさんやら、同賞4スロさんが現役だ。弱い5石では全くないんだけど。本来、武器より沼る要素だと思うんですが、運の向き方があるんですかね。さて、お守り掘りもこれが最終フェーズです。錬金分回したら一区切りとします。今回はとりあえず丸々1時間取ってやってみた。それなりに鑑定できたね。ただ、これで神おまを目指すのはちょっと無謀だな。もうちょっとやらんと。ちょい強くらいのお守りでも全然出ませんからね。成果は全くのゼロと言っていいです。本当に成果ゼロでした。結晶もったいないのでリセットします。我々は動画にできる分まだマシかな。じゃあ武器掘りに行くか。よし、じゃあギルクエをやっていくぞ。以前組んでた装備を改めて構成してるところだ。
マイセットの中で使ってないの結構ありますからね。適宜整理しないと。ということでクーネ装備を戻しました。ラー入りによく使ってたものです。心眼がないからソロ用で作ってたやつだね。久々にクーネ使うわ。相手はキリンラーをチョイス。このクエマジでよく通ってる。キリンは弱いし、ラーの体力も抑えられるし、ソロだと最高の2等クエですね。雷剣が掘れるのもグッド。ムント風流の次に見た目好きですよ。雷剣ってどの色もよく合うのがいいよね。元の青色が目立つのに、それが邪魔してない。やっぱ頭身が長い武器はいいわ。色が変わる部分が多いからな。我々、細長い武器好きなんですよね。ムントも昔より最近の見た目の方が好きです。ムント系はトライからシャープになったよね。あの変更はマジで良かった。4G の発掘だと色は何でも合うけど、ベイルカイザーの色も好きよ。この時代は重ね着もありませんしね。武器の見た目というのは貴重です。で、キリン戦のチャークの立ち上がりですね。心眼がないのでビンダメも慎重に行います。イーカリは青なら全身弾かれない。イカリジはさすがに緑だと下半身に弾かれるね。すぐ怒るからなるべく攻撃回数は抑えめでいく。クーネは切れ味1が貴重だからね。技物もないステロングスタイル。いつもの感覚だとすぐに黄色ゲージです。黄色でも普通に強いのが恐ろしいんですけどね。輪火力に響かないのが偉い。ほんとこれ、赤無武器だと異質な存在だよな。赤無時計の性質が全部噛み合ってる。とはいえ、これでも根出程度でひるみは取れんか。今の攻防、地味にかなり危なかった。まひってたらもうキャンプでしたね。開幕すぐリタイアするところでした。ただ、一発硬質が入れば次は安心。再び大落雷への反撃を待ちます。キリンはどうしてもこれ待ちになるね。今回はいい子だったみたいだ。無事スタンを取ったらすかさず追撃。ここでもクーネの強みが出るぞ。このヒットストップの短さが非常に強いですね。同じ隙でも多く攻撃を入れられます。これはゴール発掘にもできないゲートです。地味だけど相当大きなメリットですよね。今回もバッチリタイミングが噛み合ってまたダウン。これは怒り値の頭へのダメ蓄積だね。このセットだけでかなりのダメージが入ってるはず。低体力のキリンは榴弾ダメに弱いぞ。真打ち砲術師まであれば火力は十分。140でも余裕で通用します。ではこの調子でいきましょう。切れ味に注意しつつ。久々だからか5分割突入しちゃったな。以前は結構早く回れてたんだけど。久々の割には動けてる気はしますけど、やっぱり時間が空くと腕落ちますね。というか競争乗ってくればよかったです。GP してるとすぐスタミナ切れます。頭突きへの反撃も結構ダメ取れるからね。これの積み重ねもバカにならない。プレイ見ててもスタミナウムで迷ってるところがあるね。もったいないな、これ。タイラーはそんなにスタミナかつらないんですが、マイセットの選択を間違えてしまいました。しかし体力はもう無理なはずです。一度攻撃チャンスが来れば倒せるでしょう。あとは大落雷のタイミング次第だが、こういう時のために被弾は避けたいんだよな。それに便状況の管理も必要だし、忙しい武器だぜほんと。プレイが下手な日は結構イラつくんですよね。平常心を保つことが大事。さて、貴重な落雷チャンスを生かせませんでしたが、無理にでも差し込めるか。GP で稼ぐしかない。そろそろ決めるぜ。よし、本当に決まった。キリンは6分ちょいで終わったね。まあまあ、ギリ1エリア討伐なら9大点でしょう。やはりキリンチャークは楽しいですね。では続いてラーくん参ります。ここからが本番ですよ。まず開幕に噛み合うかが重要だ。ここちょっと運ゲー入るね。これはエリチェンタイミングではなさそうか。石研いでみよう。発見地方向に合わせて皇室を取りたいです。ちゃんと入りますように。あ、おい、どこ行くんだよ。なんで今エリチェンなんだ。これは最悪のタイミング。これを恐れてたんですが。これで多分、攻撃の時間半分吹き飛びました。いい加減にしていただきたい。これがあるから空でご神担ぎづらいんだよな。噛み合えばこれ一択なんだけどね。ここから攻撃中に解除するの、かなりギリギリだな。ちょっと攻めっ気出していこうか。元より、タイラーのチャークは前のめりに動くのがいいです。特に極限中は。ピン込みでの解除値がかなりでかいので、食らいつくにはここを活かしましょう。最極のプレッシャーがほぼないのが強いよな。ここが楽しくてやってるところある。よし、岩掘り来たぞ。ここで一気に解除値を稼ぎたい。タイムを求めるなら調質を当てるゲームになるんですが、周回の時はほどほどにしております。で、これはいいパターンを引きましたね。ギリギリですが攻撃中に解除完了しました。危ねえ、マジでギリギリだった。だがこれは美味しい。調質の話だが、こういう広めのエリアだとチャンスが少ない。あれは崖上だからこそバンバン狙えるところがある。タイラーチャークは臨機応変な対応を求められますからね。狭マップだから調質連打に落ち着いてるように見えます。ここからは死なない程度に攻めていきましょう。腕ひるみの転倒を狙うのが基本です。
今後歌いに耐心、それにど根性がまだ残ってる。多少の無理は通せるね。だが一乙だけは避けたいところだ。この区へ移動距離長いからな。広いマップは戦闘面ではやりやすいんですがね、復帰にかなり時間がかかります。いてて、ひるまなかったか。早めに回復しておこう。待って、飛ばない。行ったかと思ったよ。いや、しっかり言ったんだけど、なんじゃ今の。まさかあの体力を小型に削られるとは、ミリってほどでもなかったですよね。ギルクエでは一応小型の捨てにも補正がかかってます。とはいえリノピロスごときがこれほどとは。おい、だからこのクエで死ぬのはダメなんだって。せっかく最初の解除はうまくいったのに。これで少なくとも1分以上のロスは確定だ。戻った瞬間に最極限だぞこれ。まあ、また攻撃からフルに使えるのはいいんですが、極めて無駄な時間を過ごしてしまいましたね。こうなったら仕方ありません。また攻撃一つで解除してやりましょう。チャークなら最極でも割と石1個でいけるね。B をバンバン当てていこう。いい狩りだからちょうどいいわ。隙を見て石を研ぐぞ。しかし、あんなお釣り方するとは思いませんでしたね。取れ高になるからいいんですけど。これは動画投稿者のメリットと言えるかもな。裏で案内されたら発狂もんだが。ああ、これ動画で使えるなって無意識に思った。超大げさに言うと職業病みたいな。こういうの見てる分には面白くなったりしますしね。狙って取ると寒いですが。発売11年経って毎回違う味がします。4G の狩りってほんと飽きませんね。特にクーネはいろいろと独特すぎてね。たまに触ると楽しくて仕方ないよ。見た目や SE も結構好みかな。人によって意見分かれそうだけど。虫みたいで苦手って意見見たことありますね。ちょっとわかります。乗る当時にきしむような音がするんだよね。黒い広角と合わさると確かに虫味はある。我々は普段発掘ばっかりだから、たまに聞くとこれも味として楽しめてるね。見た目やギミックは生産武器の強みですよね。たまに担ぐと狩りに彩りが生まれます。さて、狩猟の方は割といい流れできました。無事に2回目も石1個で解除完了。いいね、これやりたくてチャーク持ってんだよな。解除確信で撃つ根出力が一番気持ちいいわ。世界中のハンターに 4G チャークを持ってほしい。最近のガリガリしてるやつも気持ちいいですがね。シンプルだからこその良さがあります。それにしても、最近クーネ見ませんね。月アカムが参戦するのはいつになるのか。ワイルズ MR でウカムと一緒に登場しねえかな。当然、直出し調出の復活と一緒にな。ほい、そんなこんなで疲労状態だ。多分討伐寸前だと思う。今で18分台ってところですか。ちょっとラー君攻めあぐねましたね。序盤でおつったのがやはり痛い。どうしても慎重になってしまいました。二オツはもう失敗が見えてくるからな。それだけは避けないと。やっぱ調出入れてくべきなのかな。周回だと根出で止めちまう。ま、状況次第ではありますかね。リノ君の暴走がなければ。はい、というわけで19分ほどで狩猟完了。全体としてはまあまあの出来。今回は見せることより完全に報酬狙いで回った。お待ちかね、鑑定タイムだぜ。レア10はあるがスロットが、つう形ばっかだな。成敗刀は成敗刀でかっこいいんですが、報酬はダメダメでしたね。ということで第1回目をお届けしました。これまでもやってきたような企画ですが。やっぱり 4G やる以上はここから逃げたらあかんとね。探索も含めてちゃんと回っていこうと思った。他の企画をやると、どうしても報酬は二の次。こんなんじゃいつまでも神山神武器には出会えん。それは間違いないですね。視聴者さんたちに追いつくとまでは言いませんが。チャンネルの代表となるような装備を見つけたいところ、改めて頑張っていきましょう。今更だが、先の企画に参加してくれた人には感謝。我々も誰かの指標となれるよう頑張るぞ。ほいじゃ、次の動画で。またね。